イケメンだから人気じゃまださい。ビジュアル以外を認められたくて必死に努力した過去。実は繊細な一面も、ヒョンジンの底知れぬ魅力を思い知らせたい。ストレイキッズのメインダンサーでビジュアル担当で大人気メンバーであるヒョンジン。前回はヒョンジンがいかに王子様かをお伝えしました。マジで窓から手を振ってキャーキャー言われてるヒョンジンが王子様すぎて忘れられません。その高々の王子様シーンについてはこちらでお召し上がりくださいませ。今回後編としてヒョンジンの最大限の魅力と言っても過言ではないヒョンジンが努力の人であることについてお伝えしていきます。メインダンサーとして世界的にも高い評価を受けているヒョンジン。正直ヒョンジンほどのビジュアルをお持ちでいらっしゃったらさらっとしなやかに踊るだけでも十分にかっこいいと思うのです。けれどヒョンジンはピリ辛で中毒性のある魅惑的なマーラー味という新しいジャンルを開拓し、魅力あふれるストレイキッズのヒョンジンは今でも努力を惜しみません。ヒョンジンのストイックさのルーツはヒョンジンの過去から感じ取ることができます。ヒョンジンは自身の練習生時代を振り返り、練習生の頃は幼稚だったと話してくれています。いろいろな出来事があるたびにムキになってしまうことが多かったようです。今ではストレイキッズのダンスラチャとしてメインダンサーを誇るヒョンジンですが、練習生時代は先生からダンスが嫌いになるほど怒られたそうです。必死についていこうと頑張ったけれど練習方法も知らないし、一体何が努力かもわからず、ただやるしかなく自分一人でイライラとすることが多かったとか、サバイバル番組でも指摘されたラップの滑舌の悪さを克服するため、昼夜場所を問わず必死に練習する姿を見せてくれた努力の人のヒョンジン。以前はバンちゃんの長い孤独との戦いを描きました。ストレイキッズを直訳すると、さまよう子供たちなように、バンちゃんもきっとさまよっていたのではないかとお話ししました。ヒョンジンもバンちゃんと同じく、さまよう子供たちの一人だったのでしょう。二人が出会ってくれてよかった。苦しい状況が続く中、ヒョンジンは新しく入ってきた練習生のお兄さんたちと交流するようになり、嫌がっていたダンスで再び笑えるようになってダンスへの関心を取り戻しました。よかった、ダンス嫌いにならないでくれて、ヒョンたちに感謝です。そしてキッズたちに加えて、もう一人感謝したい人物が、それはイッチのイェジ。ヒョンジンとイェジはお互い名字がファンであるため、JYP のファン兄弟と呼ばれ双子説まで浮上しています。ヒョンジンとイェジってどことなく醸し出してる雰囲気、お顔立ちなど似ている部分がありますよね。2人は練習生時代を共に過ごしており、全然ダンスができなかったヒョンジンにイェジはダンスを教えていました。その2人がお互いダンスポジションとなり、2023年の MBC 歌謡大祭典は待望のコラボステージを見せてくれて、それはもうオタク大歓喜でした。このコラボは控えめに言って熱すぎる。ダンス情熱を傾け出すと、ヒョンジンの中でメインダンサーになりたいという夢が芽生えます。ただその時回りにいた練習生たちの一部は、ヒョンジンの夢を冗談のように捉えていたそうです。そんな周りの声にヒョンジンはムキになり、ダンスで証明してやると猛練習をするようになりました。こうして精一杯頑張って、今のヒョンジンになりました。だったらどれほど良かったか。ある日ヒョンジンは練習生の仲間から衝撃的なことを言われます。お前はハンサムだから何もしなくてもデビューできる。これにはヒョンジンもプライドを傷つけられたような気がしたそうです。ハンサムであることもものすごいポテンシャルですが、こんなにもダンスを一生懸命取り組んでいるのだから、ヒョンジンの魅力はお顔だけではないのに、ヒョンジンは困ったような悲しそうな、悔しそうな表情で、僕はすごく頑張ってるけど、お前は努力しても無駄に見えるからビジュアル系を目指せと言ってる感じ。それで必死に練習したよ。ビジュアルだけはいいと言われたくなかったから、と当時の心境を語っています。チャンビンによるとヒョンジンは口癖のように、一つだけは上手くなりたい、一つだけは担当したい、とよく言っていたそう。絶対にビジュアルだけで評価されたくなかったんですね。ちなみにバンちゃんはヒョンジンをメンバーに迎え入れた理由について、ヒョンジンは昔からダンスへの情熱が強く、さらに成長する可能性が見えました。ヒョンジンはダンスの実力だけではなくステージでも魅力的だし、誰よりも目立っていたので、ヒョンジンとも一緒にやりたいなと思いました。さすがバンちゃん。バンちゃんはもちろんただビジュアル担当としてヒョンジンを見ていたわけではなく、努力する姿勢や魅力まで見ていてくれました。ありがとうバンちゃん。最高のリーダーに出会えてよかったねヒョンジン。
ワンちゃんの隣で大きくうなずいているハン君も愛です。そんな周りの評価を覆して実力を証明したヒョンジンですが、苦悩はデビューしてからも続きます。実はヒョンジン、キッズたちの誰よりも泣き虫でガラスメンタルなのです。感情に素直なのでよく表情にも出てしまいます。キッズたちの中では一番繊細で、何か悪いことがあった時に無視できればいいけれど、僕にはまだ未熟だから難しいとも話してくれています。2019年11月23日、24日の2日間で開催されたキッズたち初の韓国単独公演の2日目のエンディングで、ヒョンジンは感情が高まり泣き崩れてしまいました。いいものを見てほしいという強い気持ちにハードな練習、そしてこの時期はちょうど共にサバイバルを勝ち抜いたメンバーの一人、ウジンの脱退も重なりより心が不安定だったのでしょう。練習生としてデビュー候補として家族として共に過ごしてきた仲間との予期せぬ別れはキッズたち全員が辛かったはずです。涙ながらにヒョンジンは、僕はただ皆さんと楽しく進んでいけると思っていたのに、何度もたくさんの壁にぶち当たるからすごく辛かったです。すごく辛くて、でも本当に僕だけが辛いんじゃなくてみんな辛いんです。なので皆さんどこにも行かないで、本当にもっと一生懸命に頑張って恥ずかしくないストレイキッズになります。だからずっとそばにいてください。ずっといるから泣かないで。自分の性格について幼稚だったと語るヒョンジンは、キッズたちに出会い、自分の性格を変えたいと泣きながら吐露し、一緒にデビューすることを目指してたくさんの努力をしてきました。その努力こそが今のヒョンジンを作り上げているのです。皆さんがいるから僕という人間は存在しているのだと思います。こんなセリフ、高飛車な自信満々の人間には言えません。ヒョンジンは純真無垢な繊細天使なんです。みんなのことが大好きすぎて離れていくことが怖くて泣いてしまう赤ちゃんみたいなところもあって王子でもあるとか最高でしょう。失礼取り乱しました。そんな努力から生まれたヒョンジンの唯一無二のスタイルは、抜群の表現力を兼ね備え、強いヒットとしなやかな動き、緩急のつけ方、力の抜き方が独特で指先まで気を使い全身で表現するヒョンジン。二次元の世界から出てきたようなそのビジュアルに、かっこよすぎるダンスまで見せられたら、たまったもんじゃありません。そしてヒョンジンの表現には、何かが憑依したかのような狂気じみた部分もあり、あまりの美しさと強さに圧倒されてしまいます。まさに奇才。何この子美しすぎてすっごい強いし綺麗すぎて怖い。ヒョンジンのダンスを見ていると何かに飲み込まれてしまいそうな気分になられたことはありませんか？人はあまりに美しいものを目にすると怖くなるそうです。たびたび毎回ヒョンジンのファンカムは話題になりますが、その中でも表情がわかりやすく、なおかつ憑依している場面が多いように思えるものがこちら。まずビジュアルが二次元の王子様。ハーフアップなのかポニーテールなのか、とにかく髪をまとめてその端正なお顔立ちがあらわになっているのがやばい。そして曲の終わりには、ヒョンジンがどれだけ全力を見せてくれているかが伝わる挨拶までご確認いただけます。とにかく全力なので湧き出る汗もすごいです。自身を人間加湿器というほど汗をかくヒョンジン。これでも勝手くらいの魅力を振りまいてステイを狂わせるのです。あの繊細な音への反応は楽曲に対する絶対的な追求心と探求心がなければ表現できないものだと思います。それだけ誠実に向き合ってる時間が多いということ。もちろんヒョンジンだけに限らずキッズたちはみんな真面目。とにかくいいものを作って準備してステイに届けたいという気持ちが強いのです。だってパパがそうだから息子たちもそうなるのは必然。そうです。重たい愛ここにもあります。ちなみにヒョンジンさんは恋愛観も激重です。確実にイケメンだから許されてるところあります。ヒョンジンが定める浮気の基準についてはこちらで、ちなみにヒョンジンの愛は言うまでもなくステイに対しても重たいですよ。ストレイキッズの舞台裏を公開しているスキズテイカーのエピソード60では、ロックスターのカムバック時期のキッズたちの様子を垣間見ることができました。カムバック期間2週目の韓国はすごく寒い天候が続いていたようで、キッズたちが要所要所で寒いのにとステイを気遣ってくれています。そういうささやかな心配り、マジで好きっす。そんな中現れたヒョンジンは、ステイが今外で寒がっていると聞いたんですが、一生懸命ステージをしてステイが汗をかくように、僕が体を張って頑張ります。好き。ビジュアルだけじゃなくて心がもうイケメンなんですよね。キッズってそういうのに弱いんですよね。オタクって
そして宣言通り一生懸命汗をかいて終えたステージ後は汗だくな姿でミニファン片手に水を飲みつつ暑かったステージを振り返り、でもよかったですね。僕を心配させないために寒くないって言ったと思ったんですが、あれだけ一生懸命な熱のこもったステージを見せてくれて、そしてステイのことをいつも忘れずに気遣ってくれる優しさが本当にありがたい。それなのにキッズたちは、ステイいつもありがとう、とても感謝しています、と当たり前のように伝えてくれるので、こういうのが相思相愛か。チンチャカムサハムニだ。マーヒョンジンさん、愛重たいもんね。イエンちゃん好きすぎてステッカー貼っちゃうくらい。ヒョンジンはステイに向かって、今って夜中の2時くらいですか。夜食をちゃんと食べて美味しいものを食べて寝てください。こんなお顔でそんな風に甘く言われたら深夜だろうが関係ありませんよね。カップラーメン食べて温かくして寝ますという自己管理を忘れてしまいそうになるこの優しさ。イケメンで真面目で優しい。それってずるくないですか。ステイとの約束、一生懸命頑張って努力して恥ずかしくないキッズでいるために、もう生まれてきてくれて好きずになってくれてるだけでありがたいから恥ずかしいとか感じなくていいと思うのですが、ヒョンジンは努力家、練習を惜しみません。その練習風景を頻繁にヒョンジンはインスタライブで届けてくれます。しかも倍速もありです。めちゃくちゃきつそうなのにすっごく楽しそうに踊るヒョンジンがステイは大好き。思いっきり汗をかいてキレのあるダンスを見せてくれて、カメラが傾けばその度に大丈夫とフォローを欠かさない男。王子様のようにかっこよくて奇才、誠実、繊細、努力家、いわゆる沼というやつですわ。ヒョンジンったら恐ろしい子。長期休暇の時でもインスタライブをしてくれるヒョンジンにちょっと休んでほしいなっていう気持ちもあるのですが、一生懸命に頑張ることはヒョンジンの愛情表現の一つなので、我々はこれからも努力を惜しまないヒョンジンを見守っていきましょう。ヒョンジンというかキッズたちの魅力はまだまだたくさん底尽きないので、今後も乞うご期待です。コメントや高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。